RPG ディベロッパーバキンで作るターンスカードメンチャー、その進捗報告をしていきます。最近の進捗動画を見て、すでにお気づきの方もいるかと思いますが、キャラクターのドット絵を当初作っていた聖剣伝説風からバキンのデフォルト素材の規格に変更しました。このゲームを作り始めた頃、世界観の設定って固まってなかったんですよ。前回挙げたガラクタの街っていうね、最初の街の規模すら分かってなかったんですね。世界観によっては街なんて名ばかりの野営地みたいなもので、マルタを含めて数人しか生存者のいないような、そんな街になるかもしれない、そんな曖昧な状態だったんです。なのでこの時点でキャラクターのグラフィックを作り込むことは本当はやるべきではないんですよね。ただモチベーションを上げるために主人公は作ったし、モブを主人公と同じテイストで作る時のコスト感を測るために試しに1体だけ作ってみましたが、これ以上作るのは危険なのでここで留めておきました。それからしばらくして世界観やシナリオが決まり、最初の街には少なくとも10人以上はモブが必要だろうなということが分かったんですが、先ほども言ったように事前にモブを1体作っていたことで、同じ工程でモブを量産する場合、生産コストがとんでもなく膨れ上がるだろうなっていうことが容易に想像できました。そこで悩んだ末に一から作るのではなくて、バキに元から入っているデフォルトの素材たちを使うっていう方針に踏み切ったというわけです。バキのデフォルト素材っていうのはこの子たちのことですね。この素材を使うことで本来かかっていたはずのコストを別の作業に回す余力が生まれました。その余力でモブの細かい動き、例えば前回もお話しした食事のシーンがあるんですけど、主人公以外のモブたちも椅子に座って食べているモーションだったり、あとはタバコを吸ってるおじさんがいたりとかね、そういった生活感を感じられるっていう新規のモーションを追加できたわけです。モブをバキンのデフォルト素材にするっていうことは、当然主人公であるマルタもバキンの規格に合わせなくてはいけません。そこで活躍するのがこのスチームワークショップ。ここには素体が置いてあるので、こちらをありがたく使わせてもらって、バキンの他のデフォルト素材と並べた時に違和感のないような見た目を目指して作っていきます。ちなみにこの横向きがね、一番可愛く描けて気に入っています。モブの新規モーションを追加したっていう話をしましたが、主人公であるマルタも新規でいろんなモーションを追加しています。こういったイベントシーンで仰向けに寝るモーションだったり、宝箱を開けて喜んでるモーションだったり、あとは作業台に飛び乗るモーションもそうですね。こういったことも全部デフォルト素材を使ってコストを減らしたからできたことだなと思ってます。一瞬しか映らないんですけど、もう椅子から降りる時のこのちょこんと座ってる感じのマルタもなかなか可愛く描けたんじゃないかなと思ってます。はい。で、モブの方に話を戻すんですけど、今回私がした工夫として、バキンの素材をそのまま使うのではなく、正面の顔を変えてあります。目が離れているのがバキンの顔の特徴なので、本来の顔よりもより目に調整してあります。それに加えて、目の色や髪の毛、服の色なんかもね、全て変更することで、少しでもデフォルト素材とは違うように見えるようにしてあります。一番大きな特徴として、このマルタの世界では、全員が耳と尻尾が生えているので、この2つの要素を全人類に追加する必要があります。で、これはどうやったかっていうと、Photoshop でレイヤー分けして、全自動耳と尻尾生やし機を作って量産してあります。これは歩行やダッシュなどのアニメーションにも対応してあるんですけど、一部老人や子供といった体格が違うキャラクターたちは若干位置がずれるので、そこだけは手作業で直してあります。バキンの規格に統一するメリットは、モブのドットを描かなくても済む以外に、キャラクターのデザインを使い回せるのも大きいです。バキンの素材はこんな具合に最初からドット絵に対応したイラストも用意されているんですね。デザインを考えなくてもいいのはコストが浮くポイントです。以前の動画でもお話ししましたが、当初このゲームの会話イベントは全て吹き出しで済ませて、キャラクターの顔グラフィックは用意しない方針でした。今回ドット絵部分でかなり楽をさせてもらいましたし、デザインも考えなくてもいいとなると顔グラフィックを作る余力が出てきたんですね。そこで注目したのが、これまたバキの標準機能である会話というイベントコマンドです。これはイラストを左右に配置して会話劇を勝手にやってくれるっていう機能なんですが、こんないい機能があるのに試さないのはもったいないなと思って、これをマルタにも導入してみることにしました。ということで早速会話イベントの UI をデザインしていきます。Photoshop 上で簡単なレイアウトだけ作ってみて、これでいけそうかどうかを確かめていきます。レイアウトツールの構造を見てみても、おそらく理想の動きが実現できそうだったので、モチベを上げるためにマルタのイラストを清書してみます。私の最初のイメージは、バキンデフォルトのようにイラストを全体に出すのではなくて、顔を枠で覆ったような UI でした。こうすれば、ほとんど体部分を描かなくても済みますからね。ちなみに久々にキャラ絵を描いたんですが、これ1枚描き終えるのに5時間かかってました。
そんなことはさておき、UI の方も清書していきます。こちらはイラストレーターの方が得意分野ですね。いい感じに線をもやもやさせて、顔グラの枠とメッセージ枠をそれぞれ作って、ひとまずはめ込みでの UI は完成です。モブの顔グラは主要キャラのみ作っていきます。バキンのデフォルト素材のイラストを改造して、マルタと同じ絵柄にするだけで、そこまで労力をかけずにモブイラストが完成しました。バーさんだけちょっと休みました。素材が揃ったので、早速バキン側で実装していきます。マルタをデザインした時にもお話ししたんですが、この子はデザインがアシメンなので、会話のイベントコマンドにある左右反転のチェック項目が使えません。なので、マルタだけは左右それぞれに対応した顔グラフィックと同じ数だけの表情差分を作る必要があります。わかりやすいようにファイル名の末尾に L と R をつけてあります。吹き出しの角部分は左右で出る方向が変わるようにしたいので、会話のレイアウトを増やして対応しておきます。モノローグも同じですね。レイアウトツールの会話のプロパティには、表示キャストの描画順反映っていうね、項目があるんですけど、これ何かっていうと、もう書いてあるように、チェックオンにすると、表示キャストの描画順序が、レイアウトパーツ一覧での並び方になるよと。レイアウトパーツっていうのはここのことですね。場合によってはこれを使って思ったレイアウトになるように調整してみるといいと思います。次に顔グラフィックが表示される時のアニメーションを設定していきます。スプライトツールのダイアログアニメーションっていうね、項目を参考に独自の動きを構築していきます。思い通りの動きができたら、最後にゲーム定義のシステムリソースの中にある画面切り替え効果トランジションの設定の中のここ、会話キャスト表示演出、ここに先ほど自分が作ったアニメーションを設定してあげると、これで準備完了です。はい、ではここでね、実際に作ってみたイベントの会話劇をちょっと見てもらおうかなと思います。やっぱり顔グラフィックがつくと見栄えがしていいですね。このゲームでは会話劇の他にも、そのイベントの合間に吹き出しで会話することもあります。例えば会話の途中でキャラクターを動かしたいときや UI の説明をしたいときっていうのは顔が映ってしまっていると見えませんからね。この辺りの塩梅はプレイをしていて違和感のない表現を目指して組んでいるところです。それにしてもこれらの表現がバキンの標準機能だけでできてしまっているっていうことを考えると、やっぱりレイアウトツールってすごいですね。プログラムなんか一切書いてないですからね。はい、というわけで今回はキャラクター関連の進捗報告でした。もし当初の予定のまま聖剣伝説風で作っていたら、絶対にまだこれらの作業終わってないですし、終わってないっていうことはモチベもその分下がっていくことになります。以前挙げたエターならないための動画でも説明したように、自分の好きな作業ってゲーム制作のどの部分なのか、嫌いな作業は何なのかっていうのをちゃんと理解して取捨選択していくのがゲーム完成の近道かなと思います。といったところで今回は終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。